こんにちは、あおいです。今日はみんな大好き、必ず完食して帰ってくる中華丼をご紹介します。この中華丼は本当にみんなよく食べてくれるので、好きな野菜を入れて作ってください。この中華丼の中にタンパク質も野菜も入ってますので、忙しい日にパパッと作りたい時にもおすすめです。それでは早速作っていきましょう。なんかこれが定着しちゃってるけど、これでいいのかな。葵の給食室。今日はお休みの日とかにパパッと作れる中華丼にしているので、材料はこれだけです。白菜と人参と玉ねぎと、それから豚もも肉、あとは生姜汁と、それからここにあるのはうずらの卵なんですけれども、保育園だとうずらの卵、これを茹でてしっかりとカットして危険がないような形にして提供しています。で、子供はこういった丸くてつるっとしたものが誤って飲み込んでしまう危険があるので、すごく危ないんですね。で、保育園によってはカットして提供しているところもあるんですけれども、そもそもうずらの卵を出さないという保育園も多くなっています。で、もしうずらの卵を使わないという方は、黄色の色味はこの根幹で代用するのがおすすめです。私が勤めてた保育園でも、卵アレルギーのお子様がいる時は全員うずらの卵を除去して根幹を使ってました。玉ねぎは半分の長さの薄切りにしていきます。ここにたけのことかもやしとか、あと大きいお子様だったらきくらげとか入れても美味しくなります。人参は短冊切りにしていきます。短冊切りはだいたい4等分ぐらいにカットして、これをペタッと並べてこのまま薄く切っていきます。こんな感じでちょっと四角っぽくなれば大丈夫です。白菜は1枚ずつ葉を剥がして両面をよく洗うようにしてください。そしたら白菜はだいたい2センチ幅くらいのざく切りにしていきます。白菜は結構煮込むと柔らかくなって食べやすくなるので、ざっくりで大丈夫です。満パンだちょっとボウルのサイズが。生姜は絞り汁を使いますので、この皮付きのまますりおろしていきます。で、この皮の下の方に栄養素とか香り成分が含まれているので、絞り汁使う場合は皮剥かなくても大丈夫です。このためだけにもし生姜をね買うってなると結構な量が余るのでもったいないんですね。なので一つ全部すりおろして全部を生姜汁にして、そのままジップロックに入れて冷凍しておくか、もしくは、生姜のチューブを少しだけ風味付け程度に入れても大丈夫です。生姜すり終えたら容器の上にキッチンペーパー乗せて、ここに先ほどのすりおろした生姜を乗せます。すごいなんか今日の生姜は潤いがすごい、もうすでに汁になっている。そしたらこれをそのまま持ち上げてギュッと絞ります。で、これをジップロックとかに入れて平たく冷凍しておくと、次使う時はパキパキっと折って必要な分だけ使えるので、すごいね便利なんです。材料を炒めていきましょう。今日は中華丼になるので、油はごま油を使います。油が温まったら人参と玉ねぎ入れて先に炒めていきましょう。火加減は中火になります。だいたい5分ぐらい炒めていくと、ジュージューって音からこういうパチパチっていう音が変わってきます。というタイミングでパチパチっていうのが鳴ってくれない今言いましたね、いいパチが。で、こうなってくると焦げやすくなってきますので、火を少し弱火にして炒めていきます。で、この後水を加えてしっかり煮込みますので、ここでしっかり火が通らなくても後で柔らかくなるので、時間がない時はささっと炒めてすぐ水入れて煮込むっていう風にするんですけど、時間がある場合はここでなるべく人参と玉ねぎしっかり炒めていった方が、より旨味がアップして美味しさが変わります。今だいたい10分ちょっと炒めてるんですが、だいぶ野菜もしんなりしてかさも最初より減りました。そしたらここで豚もも肉を入れていきましょう。豚もも肉は脂が少ないのと、あと身が柔らかくて低価格で購入しやすいので、保育園では豚もも肉を使っています。
でだいたい豚もも肉は1センチ幅にカットしています。豚肉はかなり噛み切りにくい食材になるので、ほぐしながらこの塊をなくすように炒めていきましょう。豚肉にだいたい火が通ったら、ここに白菜を加えていきます。ちょっとね、フライパンがいっぱいで心配なんですけど待って、今ダジャレみたいだったしんなりするんで大丈夫だろうという予想で入れていきます。中華丼ってエビとかイカとか、あとキクラゲとか入れること多いと思うんですけど、結構今言った食材って弾力があるので、すごいね、お子様が噛み切りにくいんですよね。で、保育園によっては使ってる園もあるんですけれども、あまりそういう弾力のあるものは使わない園の方が多いイメージです。私も勤めてた時は使ったことないです。個人的にはね、それが入ってるとすごいまた違った旨味が出て美味しいんですけど、そしたらここにお水を入れていきます。お水です。お水入れたらまた沸騰するまでちょっと火を強めます。お水が沸騰したら、さっと洗ったうずらの卵をここに入れていきます。で、うずらの卵を誤嚥防ぐために切って提供するんですけど、切って入れてしまうとかなりボロボロになるので、煮込む時は丸のまま煮込みます。ここに調味料も入れて味付けをしていきます。お砂糖を入れていきます。お砂糖と、それから鶏ガラスープの素です。鶏ガラスープの素は普通のこの丸鶏ガラスープ、これを使っています。鶏ガラスープの素で旨味をつけていきます。それからお醤油です。お醤油と、本当にちょっとなんですけど、先ほど絞った生姜汁をここに加えていきます。ほんと風味付け程度ですね。風味が良くなって子供もよく食べてくれます。そしたら、うわー、いい匂いで、保育園で中華丼作るときは少し長めに食材が柔らかくなるまで煮込むので、お水は多分想像しているよりもちょっと多めだと思います。すべての材料が入ったら、これで少し柔らかくなるまで煮込んでいきましょう。大量に作る場合は中火でいいんですけど、ご家庭で作る場合はすぐ蒸発しちゃうので、弱火から弱めの中火で煮込んでいきます。今だいたい15分ぐらい煮込んでます。そしたらもう人参も白菜もかなり柔らかくなっているので、仕上げに水溶き片栗粉を入れていきましょう。で、片栗粉を入れるときは一旦火を止めます。で、火を止めて片栗粉を溶く水の量も1対1だとちょっとダマになりやすいので、心配な方はお水を2、片栗粉1っていう形でちょっとお水多めにしてあげるとダマになりにくくなります。で、火を止めた方がダマになりにくいので、一旦火を止めたら水溶き片栗粉を入れて混ぜながら弱火で加熱をしていきます。で、とろみがつくまでしっかりと混ぜていきましょう。美味しそう。うずらの卵もいい感じに色がついてますね。で、片栗粉をしっかり混ざってとろみがついてきたら、ちょっと火を強めてこの水分を飛ばしていきます。お水ちょっと多めにして溶いてるので、その分の水分少し飛ばして完成になります。この周りの水っぽい部分がなくなったらこれで完成です。火を止めましょう。で、これをご飯の上にかけて食べるんですけれども、先ほどお伝えしたように卵はこのまま提供するとつるっと誤嚥の危険があってすごく危ないので、必ず提供するときはこういった形で4等分以下に必ず切るようにしましょう。休息休息嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んでみんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。今日はなんか歌がちょっと低かったかな美味しそう。いただきます。これはね、本当によく食べるんですよ、子供たちが。激うま美味しい。うわ、なんだこれは。バッチリ感動。これは美味しい。調味料の種類も本当に少ないし、使っている材料も少ないんですけれども、ちゃんとした中華丼です。本当に美味しいです。で、お砂糖を使っているので少し甘めの中華丼になってます。
この中華丼本当に子供たちが大好きで、最初は土曜日に人手が少ない時とかによく提供していたんですけど、初めて食べた子供たちがすごいよく食べてるし、保育所の先生たちも美味しいから中華丼平日にも出してって言って、それで平日にもよく出すようになったメニューです。なのでそれぐらい本当にこのメニューも子供たちに大人気です。他の野菜入れても本当に美味しくできますので、お好きな野菜とか、あと冷蔵庫に余ってる野菜たくさん入れて作ってみてください。 YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると、毎月保育園にお送りしている献立、葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など、他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。